3点ポールついに手に入れました、はい、サーカストリポットミドル天幕デザインミドルの3点ポールをついに購入しましたので、今日はこちらのレビューと前回1回も使ったんだけど天幕ミドルのグランドシートのレビューをちょっとします、はい、ちなみに結構重そう。確か10キロぐらいあるんだっけ。あ、そうなんだ、うん、普通のポールがこれだから、うん、まあ単純に3本入ってるし、うんうん、3倍そうね。でこれはグランドシートだからやっぱり付属品が増えればそりゃかさばるね、うん、持ち物も増える感じで、うん、ただその私たち結構やっぱりワンポールのポールがちょっと邪魔で、ベッドの置き場に困ったり、うん、ストーブの置き場に困ったりとか、してたからもっと広がるよね、室内のレイアウトが。あと電気カーペットとかもポールがあることでその電熱線の上に置けないから、うん、どうしようってなってたんだけど、それも解決するかなと思って1年ぐらい憧れた末にゲットしました立てますてかなかったんだよね。あ、そう、ミドル用はなかったんだよね、うん、割と最近出たのかな。そうだよね、うん、一旦普通に立てていく感じ。うん、あ、そう、うん、普通にセンターポールのバージョンで立ててから3点ポールを入れるらしいので、はい、普通に立てます。ちなみに天幕はこのガイドっていうのを使って立てるんだよね、うん、これを、立てたいサイトの真ん中に置くことで、うん、綺麗に立てれる、うんうんうん、この辺、あ、いいんじゃない、この辺にしよう。あ、こんにちは。あ、そうです。ありがとうございます。久々に来ました。2月。1年ぶりぐらい。これが真ん中ね。で、この五角形の角に沿って記号を打つと、ちなみにこの五角形ね。これね。これだね。ちなみにこのガイドロープの、この端っこに最初うちら打ってたんだよね、でもなんかダルーンってして、あんまり綺麗に立たなくて、それを動画で流したら視聴者さんがこの端っこから5センチから10センチ、さらに離れたところに打つとピンと貼れますよと教えていただき、はい、そうしております、はい、そしたらめっちゃ綺麗に貼れるっていう、ねじゃあ3本立てます。はい。同じぐらいの太さのやつが3つあるのか。重い。結構重いね。うん。テープがついてて、こっちが外側ってことか。下側。うんうんうん。こういう感じですね。なぜか雨が降っております。降水確率低かったはずなんだね。ポールを入れる位置、そう、このマークが目印。そう、こんな感じでポールを入れるらしい。3点ポールだけど五角形だから、入れる位置にちゃんと気をつけないと、多分バランスが悪くなるみたいで、このマークを目印にポールを1回下から差し込む。はい、こんな感じでだいたい真ん中の位置に3つのポールの先端、集まるように置いて、でここになんかねマークついてんだ、天幕の。それをこのマークここにあんだよね。うん、ここね。ここと合わせてこう置くんだよね。あ、なるほど。だから、いいんだよね。でこの3点にだからこの頭を差し込むんだけど、一時的にここを折って差し込む。一回動画見ただけなのにすごいぞケイト。わかりやすい。その見た動画が、そうそう、公式の動画、ワイルドワンのやつ。そうそう、こういう感じ。はい、8っていう。ああ、どっかではまるんだ。そう、これで OK です。はい、でここまで来たらこのセンターポールを抜いて、これを入れ替え、そう、1関節ずつカチカチやっていくんだよね。はいはい。OK。じゃあこうなったら
こっからカチカチ1個ずつ立てていきます。腰が砕ける。すごい。こんな感じで立ち上がりました。3点ポールのポールの先端がこんな感じでペグの手前に来るようにセットしたら、チビだね。かわいい。チビペグがついてたので、この紐をずれないように内側に、そう、そんな感じ。こんな感じで打って、このポールが多分外側にね、ずれないように固定します。これを3箇所。すごい広いね。リビングシートってさ、持ち上げたりしないから楽だね、相当。確かに、今までこれにリビングシートを引くときにわざわざセンターポールを1人が持ち上げて、その隙にわーって広げてたんだけど、普通に引けるんだね。すごいいいね。お次がグランドシート。はい、これはもう楽だわ。じゃあね。で、私たちは一応これが汚れるのが嫌なので、これの下に自作のグランドシートを敷いてるんだよね。ブルーシートみたいなやつ。これですね。このグランドシートはアマゾンで買ったんだ。すげえ広い。このグランドシートはもうこの五角形の5点についているこのテープの先の輪っかをこのペグに引っ掛けるだけなんだよね。これはもう超簡単、で5つ全部引っ掛けた時点でダルーンってしてたら、ここを引っ張ってきつくすると。けど見てみ。うわすごくない？絶対こっちの方がいいじゃん。すごい雨降ってる。すごい雨降ってきた。すごい。もう一箇所さ、ガイロープもう打たなきゃいけないんだけど、打たなくてもピンと張って、これはやばい。何してんの？テンション上がって最高。これはすごい。川の字で6人ぐらい入れる。確かにこれ推奨の人数よりも全然いけるかもね。入れてみる？ね。ちょっと物入れてどんな感じか。どうした？何でもない。はい、こんな感じで。すごいわ。すごいね。超広々。もうなんか違うテント買ったぐらい違う。へえ。ここにワックのダブルのベッドを置いてもめちゃくちゃ余裕あって、でなんかね、いつもその下に銀マット引くときにそのポールがあるから、マットをちょっと折り曲げて置いたりとか、なんかちょっと工夫しなきゃいけないんだよね。あとはそのテーブル置くときにどっちサイドにするみたいな。そのポールを避けてこっち側に置く。でもそうすると片方の人がここがこう近いから、本当はなんか真ん中で食べたいのになみたいなのがあって、これだともうこの普通にど真ん中にテーブル置けるし、素晴らしい。すごい開放的。なんかトリポットあったらさ、なんかもう一つ下の天幕でも十分な気もしない？確かに。真ん中のポールだったらこれより小さいサイズってかなり圧迫感あると思うんだけど、トリポットだったらこのワンサイズ下でも良さそう。それぐらい広い。ちなみに一人で立ってるのはまだやってないけど、
ちょっと大変だと思うけど、うんうん、あでも天幕の公式の設営の手順の動画で男の人一人で立ててたけどね、うん、あそうだね。初めてなのに5分ぐらいで立った。最初だけやっちゃえばあともうすごい荷物の搬送とかも楽だし。確かに、うん、めちゃくちゃいいね。そうだね、まあ、ただこの3つのポール結構重い。ああ重いね、うんうん、それはちょっとね難点だけどね。素晴らしい、はい、いい買い物でした。はい、実際にね使ってみてここちょっと微妙だなとかここめちゃくちゃいいっていうのは多分出てくると思うから、引き続き僕らの動画でウォッチしてもらえたらと思います、はい、グランドシートは、うん、このしっかり端っこが立ち上がりになってて、うんうん、ここね、うん、ちゃんとピーンと立つし、うん、あとは、まあ、これが立つおかげで隙間風も防げるし、うん、結構分厚くて頑丈なので、うん、これもめちゃくちゃあってよかったものかと思います、これ一部カットされたバージョンとこの俺らフルのバージョン2種類あるんだよね、うん、私たちのはフルのバージョンを使ってます、フルだとちょっと靴を置く場所とかなんだろう、玄関がない、うん、汚れたものとかさ、テント内のこのリビングシート外に置いときたいことも多分あると思うんだけど、土間的なそれがない、うん、まあ、でもその分広く使えるから、うん、とにかくオプションを買ってより快適なテント生活になりそうですので、しかもなんかちょっとなんていうの味変っていうかさ、うん、1年使ってちょっと気分転換したくなってくるときに、こういうちょっとしたパーツを買うだけで新しいテント買ったぐらいの気持ちになれるのが結構楽しいポイントかなと思うので、ミドル使ってる方、もしくはこれからミドルを検討されてる方、ぜひトリポッドとグランドシートも一緒に検討してみてはいかがでしょうか、はい、誰なんかこれ以外にこのオプションいいよっていうのがあれば教えてください。よく視聴者さんが教えてくれるチャックにつけるさ、うん、ボッコ、あ、出た、ボッコ北海道弁出ました。届かないでしょ私、ここほら届かないじゃん。ここにボッコつけるんだ。そう、そしたらそのボッコでそこまで上げれんのさ、簡単に。こんな背伸びとかしなくても、はい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 。それは普通に欲しいんだけど、なんかうだうだしてたら買ってなくて、それは絶対あった方がいい。まあ、他にもねいろいろあると思うけど、そうだね、まあ、ちょっとセンターにポールがあったからこそつけやすかったランタンハンガーとか、とストーブファン、ファンとか、サーキュレーターとかもあったんだけど、それがなくなって使い勝手的にどうかっていうのはちょっと今後の動画で感想を言えたらなと思います、はい、レビュー動画でみんなに分かりやすく映像でお見せしたいって思ってたのにこんなに真っ暗になってしまってちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、実はまだ4時半なんですよ。そう、11月の半ばあたりですかね、私たちもまさかこんなに早く暗くなると思ってなくてどんどん暗くなってまだ4時半なのに真っ暗になってしまったっていうオチでございまして、ちなみに他の地域ってどうなんだろうと思って今私調べたの、そしたらね北海道は4時に日没。そうなの？早っ。まあ南の方に行くとどんどん。東京は5時半とか。いや意外と4時40分ぐらいかな。でも沖縄は一番西の地域は6時だって。札幌と沖縄で1時間から1時間半ぐらい違うんだ、日没って。夏とか8時とかまで明るいのかな。すごい。北海道はもう真っ暗でございます。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。